22日目、歩き出すでー。おはよう。いっちおはよう、よく眠れたか？ぼちぼちやな。おはよう、今日も頑張ってや。今日はとりあえず下松周南あたりまでは確実で、その後もうちょい行けたらって感じやな。もうこんなとこまで来たんか。いっちおはよう、今日もご安全に、楽しみにしてるやで。みんなサンキューガッツ。22日目。暗いわね。いっちおはよう、もう出発か、今日もご安全に。いっちおはやでー。いっちおはよう、今日も一日ご安全に。山口県結構長いね。明るくなってきたわね。いっち朝早いな、今日もご安全にやで。いっちおはよう、いい天気やな、気ぃつけて進んでくれやで。国道187号。これは錦帯橋に行く流れか？いっちおはよう。いっちおはよう、今日も一日気ぃつけてや。おはよう、今何日目なん？ 10月2日東京駅スタートやで。マジか。おはよう、今日も安全に。なあ、楽しそう。当たり前やけど、西は日の出遅いな。今日もご安全に、やで。体重かなり落ちそうやな、ベルト穴足りてるか？ 73スタートで今69まで減った。マジでか、靴は大丈夫か？穴開いてないか？今のところ大丈夫。そかそか。錦帯橋だ。岩国市、山口県。 3月な。貸し切り状態。錦帯橋独り占めやね。近く通って差し入れしたやつおる？何人もおるで。そうなんか、感動するわ。すごい。贅沢な写真やわ。もう歩いとるんか。今日は距離稼ぐ日らしいで。そこの奥の岩国城で遭難しかかったことがあるで。橋を渡ったとこにアイスクリーム屋があるけど、開いてへんやろな。100種類くらい、わさびソフト、お茶漬けソフトとかあるんやけど。店屋が住民で店開けてくれたら泣く。朝焼け綺麗やな。朝焼けと錦帯橋コラボね。素晴らしいタイミング。いっちおはよう、今日もご安全に、相変わらずいい風景を撮るね。今日も一日感じで天気やったらな。朝焼けは天気崩れるから気をつけてや。ゴールまで雨予報はない模様やで、今のところ。見守る住民優しくて好きやわ。もうじき旅も終わりやな。毎日来てたやつがロスになりそう。ゴール地点に住民待ってたら泣いてまうわ。福岡民がゴール作るらしいで。そうなんか。いっちおはよう、今日もご安全に。日の光が絶妙やね。錦帯橋に行ってみたい。錦帯橋、いい場所にあってくれてありがとう、だな。いっちおはよう、美しい錦帯橋やな。今日も旅の安全を祈る。県道112号。錦帯橋のライトアップ用かな？錦帯橋渡って戻ってきた感じかな。もう旅立ちか。徒歩2期の朝は早い。時間的に山賊はスルーか、気の利くスネークが弁当でも渡してくれたらな。金明寺行くんかな？トンネル注意してな。金明寺自動車のトンネルは歩かないで行けそうやね。おはようございます。出発済みですが、今日も一日気をつけて。みんな3月。満喫泊の時の朝の出発が早いのはパック料金の関係なん？基本せやな。その日の目的地次第なとこもあるんやけど。この自販機のうどん、まずいんだよな。そうなん。食べてみたいわね。券売機じゃなくて自販機なのか。山口では一般的なのか？島根の山口側にもあるわよ。地下に通じてそうなトンネル。いい天気で何より。うどんは食べへんかったか。今どこ？山口県岩国市やで。もうすぐやん。今日がゴールか？山口県なめんな。行けども抜けられん山口県。85% ってとこか。おはよう一致、寝坊した。おはいっち。いっちおはよう、今日も早いわね。歩道がないわね。車に注意、周囲の確認やで。精一杯左に寄って歩いてるのが写真から伝わってくるわね。どうぞ気をつけてな。落石注意やで、一致。金明寺避ける道あるんやね。絵みたいな風景ね。空気良さそう。みかん色のガードレール。山口名物オレンジガードレール。山口県は一級ラーメンっていうソウルフード的なラーメンあるから食べてほしいわ。山口市のソウルフードはバリそばやな。山陽筋ならおごりしかないけど。愛しい一致、おはよう、わら。あと数日でゴールかな。一致の写真を見ながら漫遊しとるで。どのあたりまでが今日の目標だったっけ？周南。一致、リュックに反射テープとかちゃんとつけてるかい？あるで。なんでこんなガードレールが夕日を反射したみたいな色してんのかと思ったらオレンジに塗ってるのね。歩道が広いと助かるね。おはよう、一致、ゴール迫ってきたけどご安全に。
天気でいい景色や、一致、今日も日になるで。おはよう、一致、今日も頑張れー。まだ今週か。おはよう一致。おはよう一致、神戸から見守ってるで。蛇とかおった？たまに見る。スネークなら毎日見かけたで。今日もスネークおるかな？ Y シティ育ちやから野生の蛇を数度しか見たことないわ、おるもんなんやな。田舎民にとっての野生の蛇は投擲用のおもちゃや、山のミミズも30センチくらいあるぞ。そんなにおるもんなんか。山道やね、獣に注意やで。イノシシでそうやな。なんかすごい道やな。ひたすら上り坂？アップダウン両方やな。今どの辺や？岩国。 3月。結局、錦帯橋には寄らずか。寄ったで？夜明け頃に。知らんかった。かなり急な上り坂やね。朝からずーっと体力が削られる道やね。膝とか大丈夫か？ぼちぼちやな。一致は例えば歩道がなかったりで、来た道引き返すことはあるん？定期的にあるで。そのうち電波も途切れそうな雰囲気や。きついねー、頑張れー。金明寺道路の側道なんかな？これ。せやね、ストリートビューもあるし。今見てるけどなかなかの山道やな。鹿とかイノシシ出てきそうだわ。マップ見ると所々に旧跡があるなと思うてたけど、やっぱり昔ながらの街道なんやね。中山道って静岡からこんなに続いてたのか、どこが終点やねん。中山道やなくて山陽道やで。あ、よく見たら全然違ったわ。風景やな、実家を思い出すわ。日本の田舎って風景だわね。一致、今日は寒そうな空気感だったけど、今はどうや？寒ないか、日があるとこはあったかいか？今はちょうどいいくらいやね。そっか、無理はせんようにな。まあずっと動いてる分には多少の寒さは大丈夫やろ。足を伸ばせる暖かい風呂にそろそろ入ってほしいな。てか、入りたいだろ？天気やな。獣の匂い、感じた？蛇の抜け殻あった。峠越えて一気に開けたな。ここから一気に周防高森やね。ここら辺に橋脚あるけど、新しいから高速通す気なんか？一致って腹の筋肉割れてる？割れてないで。錦帯橋過ぎた？とっくに。明け方に通った。見逃したか残念。錦帯橋のあの圧倒的存在感よな。マンホールかと思った。500円の裏かと思った。記念メダルや、たまにこのスレにも出没して荒らしたり一致を困らせてるで。メダルに来やん。今回の旅では来ないかと思っとったわ。出しゃばってないだけで最初からずーっと見てるで。誰かになんか言われてひっそりしとるんか？ワイは好きやけどな、メダルに来。あんまり前に出てくるのもナンセンスかなって、一致が寄ったところがあったら貼ろうと思ってたけど、ほとんど通過で終わったから出る機会がなかったんや。メダルに気見かけると旅すれって感じがするわ。初めてリアルタイムで追いついた。一致頑張れー。ぜひランチは高森亭に。今日も安全に頑張ってな。みんなサンキューガッツ。2号線で峠を越える予定なら途中から歩道なくなるから気をつけるんやで。山ルートの方が短いから山ルート行ったんか。金明寺トンネルと15号の歩道がなさすぎて危ないから迂回したんじゃね？柿が鳴ってる、秋やねー。めっちゃ柿鳴ってて草、カラスにやられんのかな？カラスは柿が売れてからじゃないと食わんで、柿の基本は渋柿だから、熟すと鳥の餌になる。あいつらめっちゃ頭ええわな。実に秋らしい景色、渋柿でもいいから撮ってみたかった。一致ってコーヒー大丈夫？トイレ行きたくなるから歩いてる時は飲まんな。普段は飲む。3月。コーヒーは利尿作用あるからね。徒歩2期の見客見てると、今日中に周南越えて、甲府まで行けそうな気がしてしまうわ。今日は徳山かね。岩国周南なら今は半分くらい来たのかね。山口も広いな。下関はあさってくらいやろか。一致が旅に出た時、東京じゃ暑く、半袖で大丈夫だったのに、急に寒くなったわね。防寒対策大丈夫なんかな？スネークの誰かが言うに、炉の丸められるなんちゃら的なやつ、差し入れ取った記憶やが。違ってたらごめん。誰か差し入れしてたわね。焚き火臭いかものやつ。山口といえば確かにユニクロやな。スネークしっかりご当地アピールしてたんか。山口でじゃなくて、だいぶ前やで、ユニ、ロの差し入れは、ウルトラライトダウンちゃうっけ、確か。腕のないベストのバージョンのだったら、一致寒そう、袖あるやろか。さすがにあるんちゃう？なくても助かるやろし。一致の一泊平均代金より高いやつで草。マジか。ここからは野宿はなさそうやけど、山道は寒いからな。一致寒ない？一致が冷えるから野宿3泊の予定を1日にするって言ってたわね。マジか。
誰か一致を温めてあげて。今はちょうどいいで。よかった冷えるんは野宿の夜やね。歩いてる時に厚着しすぎると汗かきすぎて逆に冷えるで、一致はちょうどよく調節して歩いてそう。少し休憩。おつおつ。大いに休みたまえ。明美か？そろそろスネーク欲しいわね。山口にきよろしく。ご飯食べます。うまそうや。うまそうやわ。ええやん。ご飯大盛りやな。ご飯の盛りがすごい、トラック運転手の人が食べるようなメニュー。豆腐に味噌汁か、そこに納豆入るとまんま江戸時代。かつてない豪華メニュー。ホルモン定食？明美のホルモン焼きか。美味しそう。野菜食べてて偉い。明美とだけ書かれた赤い看板のインパクトが凄まじい。まるでトラックドライバーを誘い込む優雅島のよう。やっぱり明美か。完璧。ご飯の盛り付けから店構えから店の名前から何まで完璧やで。ほんまや、昭和のままって感じの堂々とした店構えや。ザ・ドライブインって感じでいいね。しかも食べログによると美味しいらしいし。すっごいボリューム。たくさん食べて、午後から頑張って。メニューにラーメン類もあるけど、今日は定食だ。でもこれで950円とかするんやろ、高くね？今回の昼食めっちゃ高評価やん。みんな一致にたくさん食べてほしいんやな。確かに。ライスマンが盛りや。一致、珍しくお昼ご飯かなり早く食べたの、お腹空いてたんかな？この先お店なさそうな感じやしな。朝早かったしな。今日は朝早かったしね。体調にもよるだろうけど、ロングチャレンジするんじゃないかな。メニュー。3月。牛塩丼が気になる。メニューに書いてある絵がええね。店主の娘さんとかが書いたのかなとか妄想。わい白身魚定食にするわね。わいはカレーが気になるわね。わいはソーセージ定食にするわね。わいはクリームコロッケ定食。ホルモン定食が正義やろ。行ってみたいわ。この店いいな。こういうところいつまでも残ってほしい。みんな明美に夢中はね。明美さん側も、それで自分の店の話題がワイワイされとるとは思わんやろな。もう山口にいるんか？道潮はまだ先か？再開。あの山にテレポート。一致、最高飯やったな、昼ご飯。差し入れいただいたやで、サンキューガッツ。ナイススネーク。ナイススネーク。ナイススネーク。ナイスね。ナイススネーク。ナイススネーク。しかしいい天気やね。歩いてて気持ちいいんじゃないか。山の方に向かってるわね。今どの辺？周防高森駅過ぎたあたり？多分。144号線か？確かに2号線ではないね。本当にガードレールが黄色い。黄色いガードレールは義務感でやってる感ある。さあ峠に突入や、1時間で抜けられるやろうか。世にも奇妙な物語の峠の茶屋っていう怖い話思い出したわ。近畿で木枯らし1号が吹いたわね。牧歌的はね。徒歩2機の写真に写る雲も寒々しくなってきたわね。岩国あたり昔行ったけど、いろり山賊みたいな店あった気がする。いろり山賊、臨時休業してなかったっけ？前に比べて休業や閉店が増えたよな。あの店好きだったんやけど。朝の写真見て山口って綺麗な街やなと思ったのに、もう山道やんけ。電波悪いからアップに時間かかるかもしれん。山の中ではおなじみの現象はね、大丈夫やで。生存が確認できれば OK。ええなあ、こういう道散歩したい。県道142号線っぽいな。確かに電波状況は良くなさそうやね。光がいい。電波悪いんなら無理に上げることもないんやで。その分歩みが進むやろうし。ストビューを見ると、この先かなり山深い道になる模様。歩道のない2号線行くより安全やろ。鹿型抜きが飛び出してきそう。周南へ。周南入りおめでとう。でもこんなところでスネークされたらびっくりするだろうな。車があまり通らなそうという点では安心。どうせなら夜に歩いてほしいな。真っ暗な中、スマホの明かりを頼りにするの。山深いわね、山深い。ストビュー見てたら迷子になった。人家がある町へ降りてきたわね。民家が見えるわね、峠越えおめでとう。しかしすげえとこだな。コンビニ検索しても半径2キロぐらい全くねえ。もうすぐ高水駅とかいうとこかな？スクールゾーン。2号線に戻ってきたんやな。セブンはどこ行ってもあるな。昔は西日本に弱かったけどな。ローカルコンビニが色々あって楽しかった頃やな。今はどこに行っても、セブンローソンファミマ、たまにミニストップ、ごくごく稀にポプラでつまらん。駅前のデイリー山崎も消えたわ。今の子は AMPM とかサンチェーン知らんのやろな。
西武音もなくなって5年ぐらいになるんかねー。山口県にはポプラが進出してたけど、ことごとくなくなってる。もう通り過ぎたけど、ローソンとポプラが合体したローソンポプラってのがあった。ローソンとポプラ？そんなんあるんか、見たことないわ。ローソンにポプ弁が置いてある有能コンビニ。ご飯大盛りとかやな。ローソンポプラはポプラの面影を残してるから、まあ許す。あまり民タイプの螺旋階段やな。徳山まで16キロ、18時頃か。今日の宿泊地には日があるうちに到着しそうやね。この左のおばあちゃんは何してんねやろ？速攻にはまっとるように見える。草。速攻にはまって泣いてる感。石垣の隙間から出てる草取ってるんちゃうかな。田舎の方やと道端で草むしりしてる人見かけるわね。おお、湧き水？そうみたいやな。一致は道の湧き水飲む派かな、飲まない派かな。ちょっと触っただけやな。なるほどはね。というか、今はコロナで全部止まってるやろ。少し休憩。もしかしてその先のセブン？せやな。再開。一致、この後も気をつけてな、また後で見に来る。ほんまいい天気でよかったわ。質問。新山口って通るかな？海沿い中心になるんちゃうかな。雰囲気次第やけど。そっか。わしの連れが新山口に SL を子供連れて見に行くからスネークしてきてとお願いしようと思ったんや。気持ちだけで十分やで。スネーク代行すんな。スネーク代行は新しいな。SL を見たいために5日の休みを許可したんや。その分わしが穴埋めしとるんやわ。可愛らしい駅やな。3文字やから大河内駅やね。大河内、でも大川内、でもなく大川内、なんやな、難易度高い。すげえ駅やな。田舎の無人駅って感じやね。SL 山口号、今日から運行やね。明日晴れて楽しめるといいわね。SL は長いこと京都で修理して山陽線で帰ってきたんやで、大川内駅も走ってるな。下松へ。朝、岩国出発して錦帯橋見に行って、もう下松か、すげえな。大阪の下松は下松、山口の下松は下松。むっちゃ歩道があって安心だわね。あれ、今日のゴール予定ってどこだっけ？周南の予定やね。過ぎとるやん。また周南に入るよ。周南言うても合併でやたら広いんやで、一致気ぃつけや。はい、3月。熊出るんかいな。よろしくにきちな、もう通り過ぎたが、合併前の町名は熊毛郡熊毛町や。何その熊人口多そうな名前。熊なのか人なのか。毛も多そう。一致忘れてきた熊鈴はどっかで調達したの？ザックのドリンクホルダーに隠れてたのを発見したで。やったぜ、熊対策。同じ月のワグマでも西野は少し小さいって聞いたな。いい天気やな。頑張れ一致。横のジムに走れそうなのにもったいないな。こんなことしてたらそのうちスーパー選手になっちゃうよ。それがサイボーグの運命や。随分日が傾いてきたわね。今日はええ感じのとこなのかな？右のは新幹線か？山口県には新岩国、徳山、新山口、朝、新下関の5つの新幹線の駅がある。これ豆な。山口県民も朝駅の存在が信じられない。あれいらんやろと思うわ。そんなにあるんか？静岡県と同じらしいわ。新エヴァンゲリオンのラストに出てきた駅は今コスプレイヤーたちのスポットになってるらしいよ。やったやん、山口に観光名所が増えた。マリンワールド、今月中にコスプレしていけば入場料割引だぞ。一致今日は周南というより徳山駅目指してるやろな。徳山駅周辺見てて思ったんだけど、徳山市じゃなくて周南市徳山なんだな。徳山の方がよっぽど知名度あるのに。もともとは徳山市だったのが、行政合併で周南市になったんや。駅名はそのまま徳山に、小郡駅は逆に新山口駅になったんや。ややこしいな。うちの県でも10年前ぐらいに合併あったけど、そこまで新ネームではないな。みんな徳山はわかるけど、周南どこそれ美味しいの状態だろ。一致山口県まで歩いて行っとるんやからすごいよな。かなり日が傾いてきたわね。一致、今晩の泊まるとこ決めたんか？野宿は寒いで、寝カフェ少ないで、道の駅まではまだ4時間半くらいはかかるで。そろそろ暗くなるし用心してな。今日はなんかいい感じのとこやな。寝カフェとかやないの？快活じゃないんや、ええ感じのところかいな。あと1日はやる言うとったからな。来週もっと気温下がるやろ。料金的にも今日は土曜やし、お値引き厳しいんちゃうの？一致覚悟の野宿。今シーズン最後のええ感じのとこかな？せやな。一致、そこらへん、明日は一桁まで気温下がるらしい。予定がどうかあるが、野宿はやめといた方がええんちゃうかな。まあなんとかなるやろ。
せっかく徳山まで来たんやし、ネカフェあるはずやから、泊まった方がええんちゃうの？感じのとこ、イコール寝るまで歩く、やからな、無理せんといてな、無事に福岡来てほしいわね。あと4キロぐらいで徳山駅だしな、ネカフェとかでいいと思うんだが。今の時間だと12時間パックで高くつくってオチだろ？ここ連日有料宿泊だし、節約、あと、距離的にまちまち宿泊だと短めだから、距離を稼ぎたいとか、一致には色々考えがあるんじゃね？距離的にはもう1日40キロ歩けばいいんやけどな。だから楽勝なのよ、もう。一致、風邪ひかんようにな。3月、気をつけるわ。徳山駅過ぎたとこの先頭。今まではなんかピンとこんやったんやけど、地元に来ると、一致の歩くスピード、めちゃ速いのようわかるな。50キロを自分家からナビで行き先測るとビビる。歩いてここまでかーってなる。一致どこまで行くつもりなんや？今日徳山で泊まって、明日抱負まででよくないかい？徳山よりもうちょい先やな。やっぱり距離を稼ぐ作戦なんやね。今日は冷え込むみたいやし、体調崩さないようにしてや。3月、今日踏ん張ればワンチャン海峡間も観覧できる線が見えてくるねんな。ナイスざっくり計画。海峡間にもよるん？一致は相当水族館好きなんやね。ほんま水族館好きなんやな。その隣にある唐戸市場で海鮮丼がおすすめや。というか、せっかく西日本まで歩いたんやから、ゆっくり見回ればいいんじゃないか。とりあえず、近場に快活あるみたいやから、休憩がてらシャワー浴びるで。鳥オツシャワー。今来た産業。今は徳山の近く。22日目、周南シャワー休憩。明日の朝は9度や、最後の最後で風邪ひいてリタイアとか最悪だから、少しでも暖を取るんやで。せやな。西はまだ明るいな、北は真っ暗や。夜に備えて少し休憩してくるやで。ごゆっくり夜に備えて。まだ歩くみたいやし、少しでも今日の疲れを取ってや。ゆっくり休みなはれー。ゆっくりしてねー。まだ歩くんか。山いっぱい見えるとこやな。ごゆっくりおつやでー、ごゆっくり。もう山口まで来たんか。どこまで歩くんやろ今日。ここで一休みして継続ってことは、抱負くらいまで行くんかな？感じのとこあるといいな。なんかこう、屋根と壁がある感じの。自分が思うのは、バイパスなんかの地下通路、雨風防げて屋根もある。屋根があって壁があってトイレがあるところ、最低限こんだけないと。なんかところ、イコール24時間空いている道の駅。24時間休める道の駅とかあんのか、ほえー、知らなんだ。毎回あんまり楽々野宿してるから、できるもんやと錯覚するけど、実際はそう簡単にできるもんでもないやろうね。なんか感じのとこへ向け、再開。夜道は車に気をつけて。一致にとっては慣れっこやろうけど、夜道はくれぐれも気をつけてや。この先で美味しい夕飯食べれそうなとこあるんか？快活でカップ麺食べた。久しぶりのカップ麺。ご安全に。周囲の確認よし。3月、広島県以降、極力回避してきた夜道やからな、気をつけなあかんわね。夜道で怖いのはお化けやな。お化けやない、脇見運転や、一致、慎重に。交通量少ない道なら夜道もまた一興やけど、交通量多いと怖いよな。土曜日の夜だけど、人がいないのを。一致の写真は人が消えるんや。さすが仙人パワーやね。なんか神秘的な色合いやね、これ。紫色に見える。夜でも昼でも写真撮るわね。今日が福岡に向けて最後の難関の一日になるかね。気をつけてご安全にやで。Google マップ見たら、しばらく徳山市街が続くんやな。徳山駅前の方に行くんやね。そっちの方が街灯も多いやろうし、正解かも。山口もまだまだ長い道のりやけど、福岡出身者としては、九州入りしてからのルートも気になるところやな。3号線は結構アップダウンあった印象。一致、徳山駅前を通る？多分。わかった、どこ通るか見定めて追いかける。3月。スネークか？頑張れー。アーケードの中が明るいとホッとするやね。急に寒うなってきたから気ぃつけんさいな。でっかくて綺麗な駅やな。博多東京の直通のぞみが毎時一本止まるで。はえー。スタバと図書館あるんやで。はえー。かなりおもろい図書館やで。有楽町とか行幸通りとか東京か。横浜も青山もあるぞ。なんなら新宿もある。新宿や青山もあるで。徳山といえば代々木公園もあるよな。めちゃくちゃエモい写真はね。光から闇へ。スネークがわかりやすいように線路沿い歩いてる。一致優しい。山口の徳山？せやで。一致ただいま有楽町。今日はほんまどこまで進むんやろな。感じのところまで問題なく進めるとええが。果たしてスネークは一致に追いつけるのか。
徳山といえば工場のイメージやな。工場フェチの方々が大興奮しそうな風景。とはいえ、そのために歩みを止めないところが一致らしいな。工場萌えのとこや。一致どこ？目印はなんかある？テニスコートがあるな。オレンジのバックパックに蛍光黄緑のスニーカーやないか？探してるんか。頑張れ。托発のように大きな傘でも被ればわかるのにな。暗いからわかりづらいのかも。産業道路の方行ったんちゃうか？一致だからこそ誰にも襲われずにいるけど、ひ弱な住民たちがうろついてて大丈夫なんかな。暗闇で一致を探し求めるスネーク。光の具合が良すぎる。すげえよな、あれよあれよという間に山口県まで到達してんだもんな。差し入れいただいたやで、3月。ナイススネーク。なんだ会えたの。よかったー、ナイススネーク。嫁がええんやな。ナイススネーク。やった、ナイススネーク。よかった、ナイススネーク。ようやっとる。ナイスネーク。ナイススネーク。ええなあ、たなびく煙がたまらんわね。工場夜景。今日の写真はどこか懐かしさを感じるわ。トライアル過ぎたあたりかな？今どの辺なの？多分、周南市花園町、新南領駅の近く。新南領駅の裏手ぐらいやろうね。ええ感じのところ、早く見つかるとええなあ。原山公園向かってると思ったけど、違うんだよな。確かに野宿できるとこあるといいけど、しばらく市街地が続くっぽいな。駅からちょっと北にある原山北3号古墳なら、石室で寝られるで。石床は寒い。冷たくない？いやいや、そこに寝る人は、そもそも冷たくなった人ですから。調べたけどここで寝るのは怖い。銀マット敷いて寝袋あれば平気平気。そういや一致ってウレタンマット持ってんのかね？マットではなかったけど、銀シートは持ってるね。銀シートだけか、よく寝れるな。こっち方向だと、道の駅、それいね周南まで寝れそうな場所なくね？ワイも野宿するならここやろうなってところはあるけど、まだまだ歩かないかんのよね。もうそろそろ着きそうなん。ええ感じのとこはぼかしてやれ。今来た、どの辺？周南。夜通し歩くんか？まあ23時までには着くんじゃね？今来た産業。徒歩に東京から福岡への旅、今は山口の周南、ええ感じのところ探し中。周南か、行ったことないな。岩国と光市なら行ったことあるけど。近くの南洋工業港は、炎のストッパー、津田常美の母校やで。一致まだ歩いとるんか？てっきり快活周南組店あたりが今日のゴールかと、一気に快活豊富まで行く気か？そこで一時休憩、シャワータイム、さらに歩いていいところまで。シャワー使うたびに下着だとか変えてるんかな？帰るやろそれは、逆にそれ以外いつ帰るんや。いや結構何度も浴びてるんなら、その度に替えが足りてるのかなと。コインランドリーで洗ってるやで。こまめに洗濯日入れてる。いい写真。これが、リアルタイムなんやな。風情があるなぁ。緑の街灯なんて初めて見た。わあ、緑、目に優しい。緑が反射して、そう見えてるんやないのか？千葉の富津で青い街灯なら見たことあるな。今日の写真はなんか特にいい感じがする。地形ボーナスみたいなものがありそう。歩いてる道見られて嬉しいけど、そろそろ画像やめときや。せやな。ええ感じのとこ着いたら歩数お願いな。無事着いたか心配するし。わかったで。ちな、その先の下手は、下手と読む、初見殺しやで。だいぶ気温下がってきたけど、一致体調崩さんでな。今日がこの旅最後の野宿か。まだ最後とは限らないのが旅の恐ろしいところや。まだ歩いてるってことは、周南でやめずに抱負まで行くってこと？いいところが見つかること祈ってるで、見つかったら暖かくしてや。寝るのに絶対寒いよね。焚き火とかできればいいけどダメやろな。リミット、あと1週間やっけ？ 29日までに福岡を立つらしいから、1週間切ってる。あと4日で到達して、28日観光して、29日帰る感じかな？一致が画像上げなくなってしもた。足元だけ。草。真っ暗。草だけ映ってて草。何も映らんくらい真っ暗なんか。闇だ。自販機でもあれば、あったかい飲み物飲んでほしい。ヘッドライトないんか？草で草。一致の載せる真っ暗画像、ほんと好き。この時間やし、足元の画像だけにしとくで。せやな。道暗いし、写真より歩きに集中した方がええ気がするんやが。草。草。草草。お疲れ。街灯があるところはだいぶマシやな。一致、新庄剛志が日本ハム新監督候補に上がっとるらしい。割とおもろいと思う。確かにおもろそうやわ。パリーグは日ハムのファンになろうかな。完全な黒や。レンズ指で塞いでるやろ。
右上にちょっとだけなんか映っとるな。真っ黒。闇やな。闇深。ライトで照らすことすらやめるとは。一致の靴だけ発光してそう。明日はどこまで行くんじゃろな。多分宇部やろな。一気に宇部か、すごいな。明日どこ歩くか楽しみやね。スター。釣った方。明日はカッタの湯がいいんじゃなー、いいかな。いろんなとこに銭湯あるな。お先に寝るわ、おやすみ。暗黒。星だ。闇深。星が埃に見えたわ。ベガとアルタイルかな。左のは大きいわね。今日は夜行性モードか。感じのところ見つからず歩いてるのか。もう一致は俺の勢力圏内に入ったな。魔物を送り込むやで。今日すごく歩いてない？朗報、なんか感じのとこ発見。お疲れ様です。よかおめ。お疲れ一致、体冷やさんように気をつけるんやで。お疲れ暖かくして寝てください。お通夜で、一致どこにいるのかスト中で探したけど、もう探索不能。無念。道の駅それね周南かとも思うのだが。夜間の場所の詮索はするもんやないで。感じのとこは感じのとこや、特定すんなボンクラ。お疲れ一致。お疲れ様、風邪ひかないようにね。一致お疲れやで。感じのところ見つかってよかった。お疲れ様、冷えないように気をつけて。福岡到達は月曜日かな？微妙ちゃうか。微妙か、山口さすがに広いな。いつの間に、スイスイ進むよ、徒歩日記。今日の歩歴。今日もごっついな。一致お疲れ様、あったこうしてお休みや。感じのとこ見つかってよかったわね。約67キロ、えぐい。66.9 キロて。今日もおかしなことやっとる。東京から下関は徒歩圏内。今日は頑張ったわね。山越えありでよう歩いたな、お疲れやで。今日はすごいな、おつ。一致、風邪ひくなよ。一致お疲れ、できる限り暖かくして休んで。よし寝る、一致お休みなさい。そろそろがっつり休息日作った方が。前回の休息日はほぼ脳幹レベルやろ。みんなサンキューガッツ、今日は早朝出発、峠越え、深夜到着の結構な強行で大きく進んだで。ここで得た貯金を無駄にしないためにも、今日は感じの場所で暖かくして休みます。明日はネカフェかホテルにするで。お通夜で。おやすみ一致、風邪ひかんように気をつけてな。宇部に快活はあるで、ちょっと道は外れるけど、約56キロだわ。寒くなったら起きて歩くんやで、手痛くなるわ、お疲れ。一致、今日は長い距離お疲れ様やで、なるべくあったかくして寝るんやで。一致おやすみ。一致、Y が海峡間とか言ったばかりに。それにしてもみんなの予想を超えて歩いてまう、一致はすごいわ。休憩を挟むと距離が伸びやすい傾向。今どこ？山口のどこかや。もうそんなとこまで来てんのか。一致の見客舐めたらあかん。感じのとこ見つかって一安心や。今日もお疲れ様、ゆっくり休んでな、おやすみなさい。お疲れ様、頑張りすぎや。無事を祈ります。一致生きろ、2021年10月の運勢の主は一致や。明日、産業をのだらへんなんかな。もう小指は克服したんやな。66キロって常人が1日で歩くと2、3日動けなくなる距離。ウォーキング大会出て3回くらい50キロ歩いた。ガチで水ぶくれと筋肉痛で足が痛いなのだった。水ぶくれは靴合ってないんちゃうか。あと靴下が原因の場合がある。そもそも常人やと一致の装備担いで踏破できんやろ。そう考えるとやっぱ一致って尋常じゃないんやな。開けたら海峡越えか、一泊するんかな。どこかで一泊して海峡越えは明後日じゃないかな。ネカフェで疲れ取れるもんなんかな。野宿欲あるやろ。多分やけど、一致の見客さもエグいなって思うけど、回復力が毎回すごいなって思うんや。ネカフェで寝て回復できる気せんけど、サウナと銭湯と横になれる場所があれば回復するってすごない？すごい。ツールドフランスの選手とか、漕ぐ技能よりも回復力がある選手が強いっていうから、そういうアスリートの体に近いのかもね。一致大丈夫かな？ほんまえらい冷え込んどるしな。おはよう、一致、そろそろ起きるかな？どんないい感じんとこにいたの？道の駅の感じのとこで休んだ。ということは野宿やったんか。響きが良くないな。キャンプです。それね周南には24時間空いている休憩所とか情報コーナー、学校区内、椅子ありがあるんやで。だから本当の野宿よりはずっと良かったと思うで。まさに感じのとこやな。おはよう。おはよう一致、休めたか？今日も一日気をつけて楽しく歩くやで。ぼちぼちやな。おは一致、今日も一日気をつけて。おはようございます。今日も天気は良さそうです。お気をつけていってらっしゃい。宇部の予報。このまま好天が続くといいな。
おはよう一致、寒さで途中起きたりせんかったか？なんとかなった。一致おはよう、体冷えたやろ。本当に無理せんでおくれ。今日の目標どこまで？今日は宇部やね。ホテルかネカフェかはまだわからんけど。よ。安全第一で一日を。みんな3月。一致、宇部に着いたらまず、宇部の主である宇部興産さんにご挨拶して、タバコを献上するんやで。おはよう一致、宇部か。確かに2号線は避けた方がいいと思ってた。頑張れ。すぐの椿田をラーメンショップのとこから先は2号線は回避おすすめや、歩道があらへん。おはよう一致、ぼちぼちで何より、あったかいもん腹に入れて頑張りや。今日もご安全に。一致いつも朝早いよな。これだけ歩いてるのに。相変わらず健脚やね。ご安全に。野宿の日は朝飯食うてる？せやな。よかった、エネルギー大事やからね。おはよう一致、今日もご安全に。23日目。朝焼けの空の色はええな。空が広くてすがすがしいわ。徒歩日今日も朝早いな。今日も一日ご安全にやで。宇部新川には夜？夜かはわからんけど、快活行くなら近くまでは行くと思うで。いきなり脇道かいな。一致頑張れー。明るくなってからで少し安心や。今日も一日を気をつけてな。おはよう一致、今日も一日ご安全に。3月。もう終盤か。おはよう一致もう出てるんやね。もう少しで海が見えそう。海に島がある景色って不思議やな。ちなみに千葉県民。千葉木の外房か島灘民からしたら新鮮よな。抱負へ。頑張れ、福岡で待つ。山口って田舎やけど、駅前は割と栄えてるよな。一致、これからのコースわからんけど、豊富天満宮近くの感じの道歩くなら、梅テラスがあるで、休憩室ありの観光案内所や。周防大橋渡るルートかな。一致、おはよう、今日も車に気ぃつけて。小倉からの距離がまた絶妙。一致やと 1.5 日くらいになるんやろか。海だー。感じの空と、なんか懐かしい景色や。車に気をつけてや。路側帯狭いわね。車に気をつけて。九州が見えてきた。一致本当すごい、本州脱出や。本州ともあと少しでお別れやな。いや、もうそろそろ関門海峡か。日曜の朝やから車が少ないのか、田舎やから車が少ないのか、多分両方やな。殿み読めねえ。殿みです、ここから海沿いかな。一致寒い。寒くない？日差しあるとあったかいわね。右側は立派な庭かな。思い出したら一致が歩き始まりの頃、熱中症注意って言ってた記憶が。こないだの日曜日から急に冷えたもんな。それまではスネークニキに水分ゼリーよろって言ってたわね。一致が東京を出発して早3週間か。あっという間やったな。山口こんな日数かかるイメージなかったわ。静岡より横に長いぞ。マジか。一致おはよう、福岡、北九州、入りは明日かな。今日も気ぃつけて進んでくれやで。サンキューガッツ。体痛めてない？お気をつけて、車にも気をつけて。ぼちぼちやな。トイレはどうしてるんだろう？公園かコンビニが多い。おはようございます。今日も一日気をつけて。膝を痛めないように気をつけていくんやで。一致おはよう、今日もご安全に。多分豊富市、山口県。こういうのワクワクするな。緑のトンネルや。足の豆はどうなの？これだけ歩いてると過去最大？一番大きいので親指の爪くらいやな。数はもう数えてない。一致おはよう。今日の目標は新山口。宇部市。今日も旅の安全を祈る。宇部らしいで。3月。まっすぐ行くと、旧山陽道一里塚あるけど、街道なのかしらね。おお、一致の影？ツイッターのアイコンみたい。今日は感じの橋、何本か渡れそうやな。一致おはよう、今日も一日頑張れ。もう山口か。旅の間に選挙カーから声かけられた？何回かあったわね。豊富駅前を通るショートカットやね。天気ええな。宇部新川にトライアルって安いスーパーあるんや。豊富に来たか、今後の抱負を聞きたいな。座布団1枚。銀座やね。どこの街にも銀座ってアーケードあるんやな。一致商店街割と好きよな。少し休憩。お通夜で少しの時間やろうけどしっかり休んでな。そろそろスネーク欲しいわね。山口に来、よろしくやで。結婚式の引き出物でよくもらうお皿みたいやね。これって時計なの？時計風やな。風なだけなんだ。一致ご安全に。駅前のモニュメントはからくり時計だったけど、壊れたから案内板埋め込んだんやってさ。そうなんだ、サンクス。JR の駅なんやね。防府駅、なぜか変換できない。豊富。再開。
この先月末まで雨予報はない感じや、秋の空はわからんけど。甲府市とか、一致が歩いてくれて、初めて知った市町村とか多い。ほんと、三原とか周南とか、一致いなかったらこれから先も一切縁のない、その存在を認識することもない町やったと思う。わいは治癒士すら知らんかったわ。あんまきで覚えた。あとお好み焼きがこんな美味しそうに見えたのは人生で初めてかもしれん。お好み焼きあんま好きじゃなかったのもあるけど。下関まだか？遅くなったけどおはよう一致、無事にようこせてて安心したやで。今日も気をつけてご安全に。おはよう、今日の目的地、宇部って、新エヴァのラストに出てきたとこ？宇部新川って駅がそうみたいね。あんのが宇部の出身やったな。差し入れいただいたで、3月。ナイスね。ナイススネーク。ナイススネーク。スネーク。ナイススネーク。ナイススネーク。ナイスね。ナイススネーク。新山口越えると止まるところなさそう。こっから北と南、どっち行くんかな？距離だけで考えるなら、周防大橋通る南ルートの方が楽そうよね。周防大橋は絶景やで、ボソ。展望台のとこの滑り台で尻すりむいたわ。周りに高い建物が何もないから見晴らしええよね。空が低いなぁ。雨降るんかな？こういう景色ってほぼ見たことないから、かなり新鮮だわ。山口は他にも角島大橋って名所があるやで、ストビューで見てみると良さがわかる。そこインスタ民が押し寄せて問題になってたところ、今は静かなんかな。福岡からも近いし、インスタ民が来る前から人気スポットやね。寒くなってくると風が強くなって波が荒れて、海の青さも少し落ちるから、夏よりは人が少ないかな。2号線の歩道通るのもありやけど、周防大間自転車道ってのがあるから、徒歩ならそっち通っても良さそうやね。ガードレールが塗ってある。マジで黄色い。山口の西側の国にらくねくねやな。本当に国にかと思うくらい狭いし。このまま南部海岸道路行ったら、あいお食堂、あいおっこで食事すると、食券が面白そう。大きな家がたくさんあるのを。なんつうか、山口の日本海側を車で行っても、マップで辿っても、相当時間潰れそうだな。なんかいい感じでお昼ご飯食べれるとこ見つかるのかな？山口って誰が政治家おるっけ？安倍晋三。初代内閣総理大臣、伊藤博文ほか、安倍晋三など、8人の総理大臣を輩出しており、全国一であるんやで。薩長年ってやっぱすげえな。萩には伊藤博文の成果があるで。ばあちゃんち映ってて草。よかったわね。特定した。一致のペースだと、あいお食堂ってところでちょうどいい時間になりそうね。あいおい方面向かっとるなら橋渡るんやな。一致、宇部経由にしたんやな。結構遠回りになるから、2号線直進で、宇部はスキップすると思ったが。山口へ。もう山口市か。早いわね。このまま周防大橋か。差し入れいただいたで、3月。ナイススネーク。スネーク。ナイススネーク。どういたしまして。ナイススネーク。今日宇部止まりだとしたら、結構早く着きそうね。昨日は夜遅くまで歩いて野宿やし、今日はゆっくりできそうやな。文字工で待ってるで。なんだこれ。バナナの叩き売りか。差し入れいただいたで、3、9月。ナイススネーク。ナイス連発スネーク。ナイススネーク、差し入れ連チャンやね。ナイススネーク。山口住民多いな。さすが日曜日、ナイススネーク。スネークイーター。ナイススネーク2。スネーク2。これ、出発するときと到着するときの気候差、すげえことになってそう。出発した頃は、まだ夏のように暑かったんごね。今、須善寺の池の横のローソンなんやけど、近くかな？南部湾岸道路に行くんだ。2号線じゃないのか。コメリを見ると田舎感が出るな。よく見とる、気づかなかった。コメリって、ホームセンターでは店舗数1位やし、言うほど田舎かと思ったけど、大都市の街中にはほとんどないんやな。田舎のホームセンは、コメリ、ナフコの二大巨頭な感じがある。他店がないとこに出店する戦略やからやで。なるほどはね、個人的には山の中にあるイメージだわ。コメリって農作業用品の品揃えがいいイメージ。少し休憩。一致お昼だよ。道の駅で休憩やろか？トライアルを見たら、もうすぐ九州やで。ご飯食べます。うんまそう。うまそう。タコ飯かな？うまそう。タコ飯や美味しそう。うまそう。その土地のもんっぽいの、珍しいな。たくさん食ってくれてるだけで御の字や、体に気をつけてな。差し入れいただいたやで、3、9月。ナイススネーク。ナイススネークの嵐。今日はスネークが多い。さすが日曜日やわ、ナイススネーク。ナイススネーク。
ナイススネーク。ナイススネーク。おお、またナイススネーク。修善寺にいたスネークかな？ナイススネーク3。周南市、ヘタ、名物、ヘタ米市、と、串イカ？山口は海産物も豊富なんやな。それね、周南で販売ってことは朝買ってたのか。24時間営業らしいで。差し入れでいただいた。血のものってのがええな。見ない飯ばっかでほんと食いたくなる。すまんな、どら焼きとソイジョイで。一致はカロリー取った方がええやろうから、よかったんやないか？一致前にあんまき食べとったし、どら焼き甘いし炭水化物で即エネルギーになってええやん。あんがどうやで。自転車2機があんこは即戦力だって言ってたぞ、グッジョブ。気を使わせてすまんのう。あんこは鉄分あるから貧血にもええらしいぞ。ナイススネークや。ありがとうやで、スネークしてよかったわ。ぜひとも貝汁を、と思ったが、まだまだ先だな。口には出さなかったけど、ラーメン飽きてたんやな。単純にその辺にラーメン屋なかっただけやないか？一致が通るであろうルート上には、うどん屋やコンビニはあるけど、ラーメン屋はないわね。道塩は明日かな？宇部の一級ラーメンおすすめやけど、もう入らんか。スネークもよくやすやすと見つけるよな。徒歩にきや、徒歩にきや、徒歩にきや。徒歩にきって死音だから俳句で読みやすそうやな。徒歩にきや、タコ飯食べて夢の後。徒歩に闇、夢は彼の追っかけ巡る。徒歩にきのタコ飯がしみる足指のタコ。再開。のどかのどか。脇道シリーズ突入。電線に止まってる鳥さんがポイント。鳥さんが走る。道中ご安全に。読めない。近江峠一里塚跡、10、アイオーラ、27丁、2.8km。中国地方には瀬戸内海に沿って一里塚跡が点在しとるみたいや。意外に新しそうなのに、なんで木で標識立てたんだ？ 10 年で腐るだろうに。なんでやろな。京都の風景法と同じ。なるほどわね。今から差し入れしに行くわ。一致よろしくな。雲が厚くなってきたわね。すまん、今どこや？久しぶりに来たんや。山口市、中途小らしい。山口か、ハイエースっぽい。差し入れいただいたで、3月。ナイススネーク。ナイスね。日曜日の山口すげー。さっき言ってたスネークかな？ナイススネーク、続々と。ナイススネーク。スネークの嵐。ナイススネーク。スネーク率高い。もうこんなに近づいてるんやね。周防大橋まであとどれぐらいだろう？一致の補足で10分くらいかな。もう終盤戦やな。周防大橋方面なんやな。さっき誰か眺めがええとか言っとった気が。橋、チラ見えやね。周防大橋渡るんかな？周防、な。来ちゃー。橋の手前まで来たんやね。あと何キロなん？快活宇部までなら 19.5 キロ。宇部市までまだまだ距離あるけど気をつけてな。もうあと130キロほどか。明日あたり下関か。差し入れいただいたやで、3月。橋の手前で待ち伏せ出たわね。ナイススネーク。ナイスね。ナイススネーク。めっちゃ綺麗な景色や。気持ちよさそう。まっすぐ西へ2号で突っ切るかと思ってた。調布までおよそあと50キロ、一気に行っちゃう？で、次の日、いやその日かな、急速日で海峡間とか。一致確か何日か前、海峡間寄るって言ってたから、門司港寄れないかも。九州に徒歩で渡る限り、門司港はまず通るやろ。門司港を観光できる時間ないかもって意味やわ、わかりにくくてすまん。ええんやで。海峡間って一律の水族館なのに意外と入場料お高いのね。九州上陸しても2日くらいかかるなぁ、マリンなんちゃらえは。歩いていくと、九州入ってからも数日かかりそうやね。ていうか、電車乗れば半日で着くで。関門トンネル人道って開いてる時間制限とかあったっけ？夜は入れんで、何時か忘れたけど。22から6時は入れなかったと思う。そっか、あるんやな。一致はその辺多分熟知しとるやろうけど。まあその時間帯はあるかんやろ。こんちは、今どこや？山口か。今日どこまで歩くんや？今日は宇部やな。ほーん、気をつけてな。同じ宇部でも、市街地の方なら結構距離あるな。到着、夜頃になりそうやね。満喫、ホテル、どっちに泊まるんや？まだ取ってないけど、今日はホテルの予定やで。誰かが押してたかったの言う。カプセルらしいが3000円みたい。今どこ？今、山口市のアジスってところやから、宇部の市街地に着くのは19時か20時頃やね。山口って最短距離の線上は山や峠になっていて、町は海岸線の出っ張ったところにあったりするので、徒歩の旅人泣かせやね。
回路が発達するわけやね。一致本人は海岸線を歩くの結構楽しんでそう。このまま2号線の方行けば最短やけど、また野宿なりそうやしね。最初は2号線行くのかなって思ってたけど、山越えや宿を考えると賢明な判断っぽいね。わいも2号線行くやろと思ってたけど、2日連続で野宿はきついやろうしね。雲がかかってるな。雨に降られず宇部に到着できるよう祈ってるで。しかし宇部って面倒な場所に市街地があるんやね。新幹線とも山陽本線とも幹線道路、2号線とも離れている、臨海工業で発展した街なんだろうけど、発展はしにくい場所だよな。2号線はバイパスで山の方なんだろ。おかげで空港もあるし、鉄道も軽いターミナル状態やし、人口の割に破格の発展よ。宇部は炭鉱の町として栄えた炭鉱都市、炭鉱事業を宇部興産が引き継いだ町。今は炭鉱事業もなくさびれ、唯一のデパートも閉店。宇部で家を建てるときは、炭鉱の洞窟があるから、宅地開発が面倒とか。元炭鉱町だとよく聞く話だわね。宇部といえば宇部興産の専用道路やな。宇部興産の長い市道も炭鉱と臨海の工場を結ぶからあの距離になったみたいね。日本一長い市道やな。ググったけど32キロの市道ってすごいな。普段目にせん外国のトラックがバンバン走っとるで。仕事で中に入ったけど、構内は車優先で、歩行者は気をつけて引かれんように歩け、言われた。さらに Google マップであの辺見ると、採掘所跡地のみ、巨大な湖が見えるで。今2期とすれ違った。本当に歩いてるんだな。すげえわ。2期頑張れ。海峡直前って泊まるとこあるんか？野宿になるんかな？ありゃ、こっからまあまあの山やな。差し入れいただいたで、3月。ナイススネーク。ナイスね。ナイススネーク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 、6？次の交差点で右か直進かで一致の思惑がわかるね。あえて一致は言わないとこがエンターテイナーだわ。2号線の方に行くか、宇部の町の方へ行くか、運命の分かれ道だわね。少し休憩。ビジホは予約したんかな？やっぱりフルフラットで寝たいよね。ちょうどいいタイミングやし、今撮るわね。よきよき、ベッドのが快適。昨日は野宿やったし、今日はベッドの方がいいね。今日のスネークの数、今まで最多ちゃう？今日スネーク多いな。差し入れの容器をつけてな。一致が重くて歩きにくくなるで。軽くてかさばらず潰しが効くものが良いわね。再開。まっすぐ行くんやね。峰は石灰石有名やしな。豚草だらけやんけ。花粉症はいふんぬ。一致、とこ予約できた？撮った。だいぶ日が落ちてきたな。土日はスネーク出現数がすごいわね。歩道も路側帯もなしか、お気をつけて。一致そっちは車通りは少ないけど、山の中入っていくから、夜道気をつけてな。わかったで。焼酎の CM みたいな景色や。感じの田舎道やな。ほんとだ、歩道ないやん、気ぃつけてな。スピード出すなの看板が不穏すぎる。街灯もなしはやばいね。マジでスピード出さんでほしいわね、車。この歩道意味あるか？地元民しか通らんけど、夜道は普通歩かんとこやからな。結構飛ばす車多いわ。そうなんか、怖いわね、一致気をつけてな。宇部へ。宇部突入おめでとう。やっと宇部なんやな。今日も長い道のりやったね。一休ラーメンっていうご当地ラーメンあるから、夕飯ラーメンの気分やったら食べてみて。本日最後の秘境越えか。今日はどこにお泊まりなん？宇部新川あたりやな。紅葉の時期よな。本当に山沿いが好きな人やな。おう、歩道あるやん。これマジで歩いてんのか？すごいな。宇部がどこか知らんけど、京都来たら飯おごってやるわ。宇部は山口やで、京都府なら結構前に通り過ぎたやで。ああ、そっち降りるんか。気にせんでおくれ。今日の宇部の日没、17時31分。東京の日没、16時55分。ちなみに10月2日の東京の日没は17時24分。早かったんやな。随分早くなったわね。早すぎるやろ。日没って国内でそんなに違うんやな。気にしたことなかったわ。逆だが北海道の知床なんか深夜3時半でもう明るいからな。これ、蛇行して宇部駅目指すんが正解？どこのホテル取ったかわからんけど。確かに宇部新川あたりならホテル結構あるわね。でも、まだまだ距離があるな。快活じゃなく、今日はホテルか。明日下関に泊まって、明後日海峡間に行く感じ可能。下関の市街地まで行くなら、北九州側に渡って小倉目指した方がいいな。今日の進路は予想できなくて面白いな。一致、スネークってリアルの時も、猛虎弁な人って中にはいる？見たことないな。みんな、常識と節度がある人たちなんだね。リアルで猛虎弁使うやつ、いろいろといたいやろ。
蒙古弁ってリアルで使うには難しくない？ところで、ワイらがスネークと思っとる人らの中に、どれだけ地元のおっちゃんおばちゃんがおるかが気になるんやが。道を教えてくれたおっちゃんはいたわね。山口まだ明るいんやな。もう滋賀県は暗いわ。一致今日は遅くまで歩いてるな。仕事終わりで近くいるから、安価で差し入れでもしよか。731から735から選ぶで。甘いもの、お菓子。今日のご飯。肉まん。お菓子と肉まんがご飯ってことで、今から買って向かうで。落ち着けや、一致の飯の予定もあるかもしれんやろ。プラス少しの地元名物。地元名物は、ワイらもなんか楽しみやで。じゃあ保存効きそうな甘いものだけ買っていくでー。おー、3月、道中お気をつけてやでー。3月。街が見えてきた。こんなにたっぷり徒歩2キの旅を見続けるの初めてだから、なんだか新鮮だ。贅沢な10月を過ごさせてもらっている。今日の流れざっと見たんやけど、スネークめっちゃ多かったんやな。スネーク同士で認識し合えてたんちゃうか、ってレベルやん。歴代の貢ぎ物は皆どうしてるんやろうね。食い物以外の。岐阜あたりでスネーク2機が、一致が差し入れのビニールいっぱい持って歩いてた、って言ってたのを。ご飯食べます。ラーメンか。おつ、ラーメンかな？今夜のご飯は何やろな。ここやろな。このタイミングで食事来た。ラーメンだろ。一致の体はラーメンとみんなの優しさでできています。しかし食欲が衰えんのだけは何より。ラーメンいいな。徒歩が終わったら、今旅の1位のお店、発表してもらおう。マリンワールド到着は水曜日。チケット売り場で待ってるで、一致。もう山口の真ん中ぐらい来た？宇部屋から真ん中は超えてるな。3月、もう明日には本州脱出かな？海峡館行くみたいな話もしてたし、あさってになるかもしれんな。一致オツ、宇部市入ったんか。大学の先輩が宇部市出身で、ベイスターズファンやった。ラーメン来ないね。もう食べとるんちゃう？一致遅いね。何かあったんやろか。ラーメンとスネークやないか？近くにコンビニあるみたいやし、ついでに買い物中とかやろか。一致発見、さっきの安価、甘いもの、差し入れしてきたでー。ナイススネーク。一致、スネークを待ってたんか。スネークは一致のご飯終わりを狙ったで。ナイススネーク、ご苦労様でした。ナイススネークやでー、3月。やっぱりスネークの対応してたんやね。店でラーメン食べてたやが、店内で県外になってた。差し入れ3、9月。ナイススネーク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 、7。ナイススネーク、おつおつ。晩ご飯。うまそう。うまそう。うまそう。一致がラーメン食った日は、ワイも食べたくなるわ。明日の昼飯はラーメンにしよ。ラーメン。ラーメン、宇部ラーメン。何ラーメン？一級。チェーン店なんやね。初めて知ったけど美味しそう。ナイスラーメン。宇部ラーメン、美味しそう。宇部ラーメン、旅の最初の方でもおすすめされてたな。豚骨ドロドロスープやから、好き嫌いはあるかもしれんが、宇部来ることあったらぜひ食べてみて。福岡では、ぜひ帰りにでも屋台体験してほしいわね。今日は20時頃ホテルがめどやな。あと少し、頑張って。夜道を気をつけてやで。すっかり夜やな。気をつけて歩くんやで。看板は〇〇〇八幡宮かな？琴崎八幡宮や。琴崎まで来たんやな。あと少しで待ちや。8時着か。ワイも1時間くらい歩こうかな。一致のおかげで感覚麻痺してるけど、1時間でも歩き続けるって結構なことだよな。一致そっちから行ったか。街灯少ないから気をつけてな。わかったで。ここら辺は Google マップ見ると、唐突に新興住宅街が点在するね。ちな今どこ？福岡県に入った？山口県宇部市。3月、北九の民やから会えるといいな。山口って、牛骨ラーメンもなかったかいのう。牛骨ラーメン、平連、豊富市、チャーシュー麺。3月、昔山口で食べた記憶があったんよ。調べたら、牛骨ラーメンは鳥取の名物みたいやね。鳥取やったか、3月。そもそも牛骨ラーメンって初めて聞いたけど、美味しそうやね。いつか食べてみたいわね。一致を見習って25キロ。途中休憩入れて7時間歩いたわ。再来週は浅間山登山や。ようやっとる。コンビニがあるぞ。セブンやな。もうちょい行ったらローソンがあって、山大病院あるから、宇部新川駅までは30分ぐらいの場所や。3月。街の明かりが見えてきたっぽい。そろそろ街に入ってくる。どこやろか。宇部工業高校らへんや。3月。あと20分くらいかな？一致、頑張れー。山田医学部あたりかな？あと少しだ。その辺やね。街入ったけど基本人は歩いてないからな。街灯と車の光だけや。
なんかいいね。都会っ子の一致が駅前見たら人おらんすぎてびっくりすると思うわ。逆に都会の駅の人が多すぎるんよ。まあ一致はいろいろ徒歩で行ってるから、今更驚きはせんやろ。もうすぐ街中かな？厚東側孤島って読むんや。3月でも違うみたいね。川幅が全然違った。一致が取ってる川は真面目川。孤島川はもうちょっと下関よりの大きい川や。朗報、到着。おつやで。お疲れー。お疲れ一致。お疲れ様やで。お疲れしっかり食べてゆっくり休んでや。おつ一致。お疲れ様。お疲れ、ゆっくり風呂入って休んでおくれ。一致お疲れ様でした。ゆっくり休んでね。一致お疲れ様や。一致お疲れ、明日も頑張れー。おつ、一致、ゆっくりお休み。お疲れさーん。お疲れ今日も楽しませてもらってありがとさん。みんなサンキューガッツ。今日は無事、宇部まで到着。昨日の強行分と寝袋の分の疲れをここで取るやで。ここから先は、1日の距離があまり長距離にならない予定やな。長距離にならない、当社費。比較対象がないんですが、それは。徒歩40キロは長距離じゃない、わかったな。あ、はい。あと3日か4日ってとこやろか、おつやで。お疲れ様、明日、下関越えるかな？とどまるかな？ワクワクするな。海峡間行けそう？お疲れ様、ゆっくり休んでや。今日の歩歴。おー、50キロ超え、よく歩いたな。ゆっくり休んでください、おやすみなさい。おやすみなさい。山口県は、スネーク多発地帯。残り105キロくらいやね。すごいドキドキするわ。安定の50キロ超え。よくアキレス腱痛めんもんやな。ここまで長距離歩いてきてるってのもすごいけど、長期間予定通りに進めるって、計画や修正力すごいね。あと回復力。かなり近づいてきたけども、まだまだ気を引き締めていくやで。福岡マリンワールド海の中道まであと115キロ。ほな休んできます。うひゃー、これでも100ちょいあるじゃん。115か、一致なら2日くらいで着くのかな。あと115キロ、Y なら3日、いや4日はかかるな。足痛めて無理かと思うで。まともに考えたら、2日で歩ききれる距離ではないかも。麻痺してるな我々。ゴールが見えてきたやね。おやすみ一致、しっかり休んでや。海峡間は夜の？夜ことは言ってたな。ここから先、ゆっくり行くならあと4日くらいかね。これでも28日にはゴールできる。約9割進んだ。あと少しお気張りやす。北九州から福岡市もそれなりに距離あるからな。新幹線なら15分なのにな。文明って偉大やな。マップ見ると思えば遠くに来たもんだ。食べて寝て歩いてほぼこの繰り返しか。ここまでで野宿何回したんやろ。今回は7回やね。今回結構したんやな。Google マップ上での踏破距離も1000キロ超えたね。1000キロって飛行機、せめて新幹線の距離だよな。山口県は東京駅から徒歩圏内。一致おつやでー。おつ。一致お疲れさん。お疲れ一致。一致おつ。サンキュー一致、ぐっすり休んでおくれやす。一致おやすみなさい。おやすみ一致。ゆっくり休んでね。昨日の疲れも取って明日以降に備えてや。おやすみ一致、明日は下関かな。海峡間行くみたいだけど、どんなスケジュールなんやろな。行くだけなら明日にも到達できるけど、見学する時間はなさそう。下関止まりで翌日海峡間見てから関門越えじゃね？宇部から西の海岸線に出たらもう関門橋見えるよ。買い物行ってたらゴールしてた。一致お疲れ。このスレに触発されて買い物ついでに2万歩ほど歩いてみた。毎日この3、4倍歩くとかきついわ。一致すごい。しかも重い荷物を背負ってだから、なおさらすごい。天候が厳しい日も山道もあるのに。野宿がやすやすとできる、その体力がすごい。こっから先の道中なら、もう野宿になることはなさそうやね。一致お疲れ様や。風呂に浸かって温まったら、布団でがっつり寝てくれやで。一致おやすみ。お疲れ一致、今日はゆっくり休んでな。おやすみ、お気をつけなはれ。下関は Y の地元だから、一致の写真が楽しみやな。ラーメン食べるなら、通り道だろうし、豊良高校前の珍遊券をおすすめしたい。この流れで行くと、火曜にからとあたり通るんかいな。差し入れ行きたい。久しぶりに来たら結構進んどんな。九州入ったらラストスパートかな。頑張れー。週末覗けんかったけど、錦帯橋の写真ありがとうやで一致。行きたい気持ちがますます強なったわ。行ったら一致と岩国に来たちのこと思い出しながら渡るやで。福岡組でゴールテープ作らへん？電波少年みたいなやつ。ゴール直前は一致一人で歩かせた方がいいで、ゴールの実感湧くと、そっから今までのことを踏みしめられる、一致だけの大切な時間や。
ゴールしたら行ってもええみたいになっとるが、実際どうなん？福岡やし行けんこともないが、行ってええんか？行ってくれや、今後福岡がゴールになるなんてそうそうないで。一致はどういうスタンスなんや？すまん、そこはわからん。まあ人の邪魔にならなければ良さそうやが。一致は承認欲求でやってないから、何もなく淡々とゴールを目指してるだけだと思う。ゴールテープとかは望んでへんやろ、そっとしといたれ。割と初期から見てるけど、一致が来るもの拒んでる印象はないな。タイミング合えば飲みや食事と言ってるし。そらいらんとは言えんからやろ。忘れるなよ、今もまだコロナ禍やぞ。海峡って電波あるんか？ないと思う。トンネルやから厳しいかも。県境は地上出てから一致が画像で上げてくれるやろ。ワイはおっさんなって金が貯まったらあちこち旅行しようと思とった。でも腰痛膝痛でもうどこも行かれへん。みんな金なくても時間なくてもなんとかしていきたいとこ若いうちに言っとくんやで。腰痛膝痛少しでもようなって当時くらいは行けるようになるとええな。若い子らは金ケチりがちやけど有り金全部使い切れるのは若いうちだけや。と言っとくで。一致そろそろかな。おはようございます。今日もいい天気、下関。ホテルだし、ゆっくり朝食じゃないかな。みんな朝が早いわね。今日はいよいよ九州初上陸やな。楽しみや。文字は多分海岸沿いを歩くんやろうから、巌流島が見えるで。渡る時間はないやろうから、しっかり見てや。おはよう。おはよう。おはよう、よく眠れたかい？よう眠れたわ。よかったわ、熟睡大事。おはよう、一致、今日も気ぃつけて。おはよう一致。おはよう一致、周囲の確認よしでご安全に。起きたんか？おはよう一致、よく眠れてよかった。今日もご安全に。水族館に到着する時のことなんやが、その場で祝ってくれる気持ちはすごく嬉しいんやけど、一人で考えにふけながら、ひっそりと到着させてほしいんや。福岡組了解。でも最後まで応援するで。させてな。ネットの向こう側から盛大にお祝いさせてもらうで。3月。一致おはよう、その気持ちわかるわ。ひっそりやな。今日も旅の安全を祈る。一致が望むならそうしようや。千葉から見守るわ。わかったで、東京済みだけど。みんなで一致を温かく見守ろう。せやな、せっかくのゴールの喜びをワイらが水さしちゃいかんな。わかったで一致、オン J 福岡民の品格にかけて200人ほど集めて紙吹雪用意して待っとくで。わかってなくって草、冗談だとはいえ。142見てなかったらケンタッキー持っていくところやったわ、危ない。なぜケンタッキー？めでたい時ってケンタッキーよく食べられてるやん。これからどんどん押し寄せてくるやろうし、一応スクショして保存しておいたわ。そこまでせんでも。一致も何度も言うの面倒やろうし、一致が心の内を明かしたのは珍しいことやし、おそらく危惧しとってよっぽどやろ。この発言どっかに固定したいくらいだわ。一致自分のことほとんど自発的に喋らんからのう。粛々と歩くだけやからな。祝いたい気持ちは痛いほどわかるけど、自分自身の足で旅してきた一致本人の気持ちを尊重したいわね。一致おはよう、ゴールはここで盛大に祝わせてもらうで、今日も頑張ってな。おはよう一致、ゴールは千葉で盛大に祝うわ、今日もご安全に。ゴールはネットで見届ける、が合言葉やな。サンキューガッツ。一致頑張れ。一致おはよう、今日もご安全に。徒歩2キおはようやで、残り距離もわずか、今日も一日ご安全にやで。下関方面なら、道潮の貝汁と、唐戸市場のお寿司がおすすめや。今日どこまで行くんや。今日は下関やな。距離的に今日海峡間は難しそうなので、明日海峡間、明後日海峡って流れになりそう。海峡間、営業時間9時30分から17時30分、最終入館17時、年中無休。海峡の夜景を堪能したまえ。いよいよ本州脱出やな。日程的に余裕があるペースで進めてよかったわ。泳げる距離やから泳いでもええやろ。実際に見ると本当に泳げそうやで、海流速いし船バンバン通るし、無理やけどな。朝鮮半島まで歩けそう。関門海峡、川より水流強いで、見るだけでさーっと流れてるのわかるんや。愛しい一致、おはよう、わら。おはよう一致、東京から見とるで。小倉歩くときに時間と場所が合えば、小倉城竹明かり。もうすぐ終わりなのね。一致の状態はわからんけど、この先以降はゴールが近づく実感するから楽しいやろな。最後まで気引き締めてご安全にな。今どこ？ホテル。なんかこの旅ももうすぐ終わるって考えると寂しいわ。来月半ばあたりにいきなり一致ロス始まりそうね。おはよう一致、頑張れ。フレー一致。今日も一日ご無事で。下関で余裕あるなら、唐戸市場はマジでおすすめやで。体もしんどくなっとるやろうけど、一致最後まで楽しんでな。
唐戸市場は午前中がいいわね。お昼過ぎると生物なくなるやで。反対側に赤間神宮あるから見上げてみるんやで。下関の唐戸市場は城内に寿司屋があるから、よかったら食ってや、うまいで。今調べたら、ゴールのマリンワールドってめっちゃ細いとこにあんのな。鹿の島が陸系東南や、砂州に当たるとこにある、大潮の満潮時、鹿の島への道は海に飲まれてたんやで。おフランスのモン・サン・ミシェルみたいやね。あそこまで細くねえわ。片側2車線歩道付きの立派な道路はあるで。一致に何かしてあげたい。タクシー手配したろか。ご安全に、やで。いよいよ本州最西端か、胸熱やん。お、とうとう本州突破か。ほんま一致すごいな。お、宇部なら今日あたりこっち来るんか。スネークしたいけど、今日病院なんや。ゴールしてほしいような、まだ楽しみたいような、複雑な気分。今日も一日どうか無事で。24日目。出発か、今日もご安全に。なんだここ、海の近くを感じるぞ。今日もええ感じの一日を、安全第一でな。疲れも溜まっとるんやし、無理現金や。改めて見ると、すんごい歩いてるのが分かって驚愕する。いよいよ 90% まで来たってところやろか。はあ、凄まじい速度やな。今日も気をつけて。日時計かしら。山口って小京都って言われとるけど、見応えあるんか？小京都って言われてるんは、萩方面、日本海側、やないかな。一致通らんけど、山口の湯田温泉はワイは好きやで、風情があるねん。山口も小京都やぞ。萩とか山口市やな。3月。一致おはよう、エヴァのラストに出てきた駅やな。一致はエヴァ、好きなん？玉しかわからんな。今日中に下関に到着するんかな。市内には入ると思うんやが、手前の快活か、市街地のホテルかは、まだわからんわね。手前の快活でも朝ごはん食べて、ちょっとブラブラして、海峡間開くのを待つのにいい感じか。お気をつけて。できれば朝のうちに唐戸市場行ってほしいねん。くどくてすまん。予算があれば、唐戸市場でご飯もいいわね。ワイも朝市の雰囲気好き。産業道路。唐戸市場、昼前に行くとフグ刺しが叩き売りになっとるで、1000円くらいでフグ刺し食い放題ってくらい食いまくった記憶。一致、下関の水族館行くことになったのか。よかったね。山口のご当地メニューって瓦そば？せやな。国道190号。関門トンネルは市街地の手前やから、もし市街地で止まるなら、トンネル通り越すことになって遠回りやで、場所によっては文字のが近いぐらいや。まあ海峡間行くなら、どの道トンネルは通り過ぎるんやが。県道29号。宇部駅方面に向かっているやん。190号は避けたんやね。今日は下関あたりが目標？なんでもない普通の街の風景がホッとするわね。わかるぞ。今日の街の写真、なんかいい。差し入れいただいたで、3月。ナイススネーク。ナイススネーク。ナイススネーク。スネーク。徒歩2機の実況、初めてリアルタイムで見れたけど、またとんでもない距離歩いてるな。ゴールも近そうだけど、ご安全に。なんかもう楽勝ムードやな。山口ってスネーク多いんやな。スネーク率と人口ってあんま比例しないのか？それが進むにつれて認知度が高くなっていってるというのはあるかもしれん。最初より20から30人ぐらい人多いもんな。変動してるはずなのに。多摩川沿いに住んでんやけど、気がつくと一致通り過ぎてんねや。ナイススネーク。朝からナイススネークやで。ナイススネーク。ナイスね。一度もスネークに姿をさらされない清い人。そろそろ昼飯を考えながら歩く時間。結論、昼は好きなもの食べたらいいか。電線のまっすぐ伸びてる感じがなんかすごい。なんかここまでの街から良いものを感じる。道路のダイヤマークも地域性あるよな。雲行き怪しいんか？今のところ大丈夫やな。名物、瓦そばは下関かな。瓦そばは下関より北側の川棚温泉かな。ちょっと産地になるから、今回のルート外なのが残念。山口市のトッポは山口市の名物って言いよったで。ほえー、そうなんや。いや、川棚の高瀬という店が本家やろ。そうなん。トッポに言っとくわ、サンクス、瓦そばも2人前からが多いよな。一緒にひつまぶしも食べるんやで。くぐったサンクスうまそうや、高瀬の支店下関にもあるらしいで。産業小野田へ。山口県もあとわずかやな。にしても、歩くスピード速いわね。いつから歩いてるん10月2日。ええわね、金も時間もあったらやりたいわ。一致、怪我なく頑張ってな。3月。産業小野田市、山口県。なんか怖い。雨降ってないんか？せやな。また南中脇道を。
素直に広い道行かない一致すこ。昨日に引き続き結構山の中はね。しばらく道狭いなぁ、車に気をつけるんやで。おはよう、一致、今日もぼちぼちやな。お昼、美味しいもん食べよう。道塩で貝汁おすすめ。それ、ワイも気になってた。昔福岡競艇場で貝汁定食食べたっけ。小野田バイパス。北九州怖そうやが、大丈夫かな。貝汁の道塩、ドライブイン、割烹、天然温泉って書いてあるけど、なんやこの欲張りなドライブインは。24時間やってるんか。道塩は昔からトラックのうんちゃんに人気らしい。飯も食えるし、風呂にも入れるし。メニューも健康的やしな。はい、山口県はドライブイン明美といい、ドライブイン〇〇ってとこ応援ごねー。南国もあるで。ほんまや、貝汁やホルモン料理、ちゃんぽん、もつ鍋って書いてある。欲張りやなー。ほんでどこも貝汁が一番最初に来るの面白い。一致、そろそろ海に出たか？関門橋、遠くに見えるやろ。まだやな。Y が昔働いてた会社に出入りしてた長距離のうんちゃんは九州方面に来るときは絶対道塩か南国による言うてたし。山口ドライブインの二大巨頭なんやな。お前らおじとらとか好きだろ。昔はドライブインって結構あちこちにあったけど、コンビニに駆逐されて悲しい。美味しそうな店が多いな。少し先に行くと一級ラーメンあるしね。どんどんも美味しい。少し休憩。今日下関まで行って、明日海峡間に行って、九州入り？多分せやな。一致の予定通りに進むこと祈ってるで。ワイも一致がゴールまで無事に旅を楽しめるよう願っとるでー。関門トンネル、人道、通れるの時間あるやで、6時から22時、気をつけてな。関門海峡トンネルって料金かかるっけ？無料。3月。北九州市街地は大通りから外れないように歩くんやで、ちょっと裏に入ると治安が悪くなる。みんなサンキューガッツ。再開。山口県のうどんはどんどんやけど、ここから先は、助さんうどんエリアやな。ウエストじゃないんや。助さんうどんのソースチキンカツ丼すこ。北九州は交通マナーが悪い人多いから気をつけてほしいわね。横断歩道で惹かれかけることがよくあるし。Y 福岡民、よその県で横断歩道を渡ろうとすると、車が止まってくれて驚いた。一致、この距離と日程からして、ほぼゴールは確実だと思うから、段差で捻挫とか、そういうの気をつけてね。砂利道とかね。また脇道。もうすぐお昼だね。今日のご飯は何だろう。貝汁定食？温かいもの食べてほしいわね。今週最後の昼飯、ワクテカやな。昨日30キロ歩いたけど、太ももが裂けるような痛みがあったわ。ようこんなん毎日やっとるわ。どのくらい時間かかった？昼飯と休憩含めて7時間。サンクス、頑張ったわね。よう30キロも歩いたわね。一致見てると感覚が麻痺してくるが、普段歩かない人間には10キロでも結構な距離やで。Y は 2km 歩いただけで腰に来るタイプや。このペースで歩くだけで早いのに、間でスレ読んでデスして写真上げてスネークに対応しとるの小走りか足すごく長いか。デスは昔よりはだいぶ減ったらしいな。地図とか見とるやろうし、歩きに集中したいやろうし、風景も楽しみたいやろうし、今はスレミンがわかる質問であれば、ある程度はスレミンで答えとる感じや。それでも飯答えたり、歩きながらですげーと思うわ。ながらスマホ行くない、とは言えん。夜になってもちゃんと写真撮って、オープンにあげるのはさすがやな。ランチはラーメン加藤か？確かにラーメン屋あるわね。ラーメン加藤は豚骨か、とうとう九州っぽいラーメンやね。それか、道潮が近づいてるから、頑張って歩くんやろか。今、ハブあたりやな。街っぽい街は調布までないから、お気をつけ。お昼、食べる？どっかでは食べると思うで。ラーメン加藤の特納豚骨はうまい。ただ、この時間やと並んどるやろな。お昼の時点でそこなら、下関市内に着くの19時ぐらいやろうな。やっぱりラーメン屋スルーして、道潮か南国目指してるんやね。でも、道潮の方はちょっと遠いから、南国の方かな？道潮コースやろな。道潮からそのまままっすぐ行けば、下関やし。道潮から下関入るとき、フグの看板あるから見てってな。ドライブイン道潮見てみたけど、この貝汁めっちゃうまそうやな。マジでうまいから、機会あったら食べてみてくれ。下関付近は海産ほんと美味しいんよ。恵まれた立地だわ。頑張って、仕事場から応援してます。足はキャタピラか？昼休みや休憩の時覗いてるけど、あともう少しで終わりやね。雨雲レーダー見たら、一致神返しやな。雨降ると体力削られるし、豆にも良くないし、一致点に味方されとるな。台風20号発生したが、だいぶ進路が東になって、一致の帰路に問題はないようや。よかった。
かすかに海っぽいのが見える。そろそろ関門橋が見えるはずや、修復工事中かもしれんが。九州が見えてきた。ついに九州が見えたんか、感慨深いわね。関門橋も見えるわね。関門海峡の橋が見える、九州が目の前に来たんやね。待ってるわよ。来たー。一致嬉しいやろな、ワイまで嬉しい。ショートカットで泳ぎたくなる感じするわね。死ぬわよ。流されるし、海上保安庁が黙ってない。マジか。違法なんか。そらもう日本の流通に多大な影響出るやで。はい。関門トンネル通行料おごったるで。徒歩は無料やで。チャリでしか通ったことなくて知らんかった。歩行者無料、原付自転車は20円らしいな。いよいよ本州脱出か。ていうか、ここから橋見えるんやね。ほんまや、関門大橋見えるやんけ。一致も感慨深かろうな。いよいよか。その先に海の見えるセブンイレブンあるわね。この対岸に渡ったら、もういよいよ今回の旅もほぼ終わりやもんな。わい、ただのスレミンやのに、ちょっと複雑。わかるやで、わいも毎日の楽しみやった。もちろん一致には、このまま無事にゴールしてほしいんやが、ここ最近の毎日の楽しみがなくなるわけやしね。冒険実況すれはいいよな。ロマンがあるわ。特に一致は事前にしっかり計画しとるんやろうなって思うわ。山口県だけでも錦帯橋、徳山の工場夜景、周防大橋と見てきてるし、それ見てるだけやけど楽しいわね。周防大橋に関しては便利やから通ったんやろなと思う。あんまり見どころない山口が一致のおかげで県外の人に知ってもらえるのは地元民としては嬉しいわ。Google マップ見ながら追いかけるのがかなり面白い。知らない店とかかなり見れて。こなへん。対岸に九州を見ながら歩くの感慨深いやろうな。2号線で直進してたら見えなかった風景やね。おお、ついにここまで来たか。やりおったな。あとはゴールはもう近いな。ここからドライブイン道潮って近いの？ちょっと歩くやけど、190号沿いで、まあまあすぐそこ。1時間ぐらいやな。ありがとう、噂通り美味しそうだから、一致に食べてほしいわね。日野山公園の山頂の展望台から、橋や門司港が一望できるで、まあ時間的にいかんと思うが。防波堤の上を歩く一致が可愛い。今日もスト12機のストーカースキルが全開やね。この先ごちゃっとしとる、多分スト10迷子になる。負けるんやないで。この先に川があるから、どの道190号には出ないといかんね。山陽小野田市、山口県。天気やな。歩くの気持ちよさそうや。なんか山口県いいな。山口って今まで神道口のフグの絵くらいしか見たことなかったもんな。北部も萩とか長門とか仙崎とか海岸も綺麗やし、内陸も秋吉台とかあって、ドライブ、ツーリングにいい場所や。山口のガードレールは黄色いみたいなニッチな情報まで知れるのは、このスレならでは。広島にはコンビニの数以上にお好み焼きがあるとか。謎スペース。今コメリのところなら、道潮はもうちょい歩かんといけんな。一致の足なら10分少々かな。謎の細い川越えたらすぐなんやな、道潮。一致見てると健康な体であることって大事だな、と改めて思う。そろそろご飯。道潮まであと少しやな。この辺、なんちゃら道潮って店多いな。割烹道潮、仕出し道潮、ドライブイン道潮、天然温泉道潮、道潮推しなんやな。同じ敷地内やし、経営者が一緒なんやない？ご飯食べます。めちゃくちゃうまそう。おお？ドライブイン道潮か？せやな。貝汁美味しいよね。貝の旨味がぐわっとくる。おお、道潮の貝汁や、うまそう。あさり汁と山かけご飯か？美味しそう。一致お疲れ様。ラーメンじゃないやつ来ちゃー。あさり汁うまそう。美味しそう。ご飯うまそうやね。貝汁はネット注文もできるんやな、大魔。月見とろろ飯もええな。明美もインパクトあったけど、ここの貝汁はうまそうやね。貝汁一択な感じが迷わなくていいわね。地元飯って感じやな。結論、山口はドライブインがいい感じ。駐車場広いよな。でもストビュー見てても、かなりトラックで埋まってるし、やっぱり相当人気なんやろうね。道潮か、懐かしい。一致の記憶に残る貝汁となるだろう。ちな、青森県民的には、とろろご飯には源タレやな。源タレって何？青森県の誇る万能タレやで。スタミナ源タレってググってくれメンス。なんや色々なもんに使えそうやな。1週間ぐらい覗けてなかったけど、大阪から一気に下関目前までワープしてて草。進んでいくのが旅スレの醍醐味。17時前に壇ノ浦ってとこかな。もう関門橋ってことは、海峡間はスルーすんの？海峡間夜時間作るために強行軍しとるんやし、行くやろ。
海峡間のために周南で野宿したわけやしね。今日は下関に泊まって、明日海峡間見てから九州上陸の予定や。なるほどね。今までの水族館はスルーしてきたのに何がそこまで引きつけるんやろ。工程からそんなに外れないのと、もう来れないからちゃう？ついにこっち到着するんか。割とマジで問題は海峡の電波やろな。一致天然温泉800円で入っていこうぜ。ゆっくりと足の痛み癒していこうよ。九州上陸しても結構マリンまで遠いな。2日はかかりそう。海峡間行くなら飯はアルカポートかからと市場か。後日談で一致のおすすめご飯紹介してくれないかな。ご当地もん食ってる方が少ないぞ。せやな、でも旅が終わっても印象に残る店や食べ物は聞いてみたいわ。今日はちょい近いけど快活までやな。今まで阪急と言いながら40キロ以上歩いてたし、九州に備えて今日は抑えめに行くで。せやな、26日27日28日で九州ゆったりもええよな。まあ今から海峡間行っても閉まっとるわな。九州上陸に向けて回復せなな。やっぱりそこの快活が今日の寝床なんやね。ちょい抑えて近め、40km。すごい。40とか自転車でも疲れるわ。免許取り立てなら自動車でも40キロは結構なストレスやな。最短距離で31キロやから、なんやかんや40キロ近く歩くのくさ。油断はできんとはいえゴールも見えてるしな。ゆっくり休んでや、おつやで。今日のゴールは、快活下関調船、了解。近場に来たら、スト牛やめとくで。たっぷり休んでほしいし、その方がワイらも安心やで。快活までお気をつけてファイトはね。水曜道丸消化なんかで関門トンネルの県境を見た気がするわ。対岸の北九州は日本三大夜景の一つや、下関からでも少しは楽しめるやろ。皿倉山は新日本三大夜景やなかったか。九州はちゃんと泊まるところ選んでほしいな。治安がやばすぎる。わかる。北九州で野宿とかほんま無理やもんな。最近はそうでもないやん。少し前に天神で黒い外線車っぽいのが歩行者恫喝してたり、パトカー見ない日ない程度やし。程度がやばめ。油断しろとも言わんが、変に脅すのもなんかな。治安よりも交通事故に気をつけてほしいわね。夜は繁華街とか行かなきゃ大丈夫やろ。多分。再開、下関へ。フグ来たー。フグー。福、な。福なん。下関と福は、フグの集積地としての山口県下関市について記述する。下関など西日本では、フグのことを濁らずに、福と呼ぶ場合が多い。これは、フグが、フグにつながり、福が、福につながるからなど、諸説がある。若年層は普通にフグと発音することも多い。にゃで。はい、勉強になったわ。茨城と茨城みたいなもんやなかった。福にちなんでるのな。賢くなった。今日の晩飯は決まりや。祝、本州の西の果て。下関。下関の快活から海峡間まで約2時間かかるで。開館が9時半だから7時半の出発がおすすめや。フグは処理必要な分、本場で食べても高そう。鍋より唐揚げとかめっちゃ好き。フグ毒って魚には効かないんだな。間抜けなやつや。フグってさ、下関の、みたいな風潮あるけど、取ってるの遠州沖が多いんよな。ついに本州の西の端まで来たんやね。長かったな。いやーすごい。北九州着いたら、小倉の城や鎧や。ドライブイン道潮、海峡間、マリンワールド海の中道の最短距離は 96.8 キロ、100キロ切ってるやん。あと2日ないし3日で行けちゃうな。一致の足ならね。歩いて2日あれば余裕の距離やな。完全麻痺並み感。近所やな。一致頑張れ。景色やな。空の青さが羨ましい。天気やな。しばらくは気持ちの秋晴れ続くらしいし、ついとるな。今来た、一致は今どこや？下関。思ったより早い。これなら明後日にはゴール？水族館ゴールの日は静かにしたいってことやな。前日夜には着くようにしてるやろし、夜に合成にやればええさ。浮かれてやらかさなきゃええがな、こいつら。それな、これまでの一致の努力を無駄にしてほしくないわね。でも2、3人浮かれに来いるやろな。まあ、遠くから生温かい目で見守る奴は何人かいそうやな。福岡勢はやるなら関門海峡の出口でやったれよ。ウェルカム九州で。それはあるかもしれん。ゴールは静かに味わってほしいわね。確かに渋谷のハロウィン騒ぎみたいな単に盛り上がるイベントとして捉えてる人はやめてと思うね。日本の原風景。雲一つない快晴や。安心するほど田舎やな。行ったことないのに懐かしい気持ちになるやんね。晴れでやんす。山、奥行きがあるな。一致、もしかして14時頃、山陽小野田市の道潮付近の横断歩道渡ってた？
時間は覚えとらんけど、信号のない横断歩道を渡った記憶はあるわね。多分一致やわ、覚えとらんかもしれんけど、その時横断歩道で停車したローリーのうんちゃんやで、ゴールまで気をつけてな。3月。ローリーのうんちゃんナイス。ローリーに機ナイス遭遇。北急民、ちゃんとスネークして遠くから応援するで。スト牛肉たちもほんと長く楽しませてくれたから感謝してるわ。でもあくまで主役は徒歩ミキやしな。徒歩ミキがいい気持ちで旅を終えられるよう、ワイワイ乗ってるで。合言葉は、ゴールはネットで見届ける。これや。こと言った、それや。156のコピペやけどな。みんな3、9月。日差しが美かー。今回の旅は天気続きでほんまよかった。太陽が眩しい。毎回彼が撮るとこをお日様が魚眼レンズで映したようにでっかく映るんやな。まか不思議現象やね。山口県いいな。ここに山口民おる？秋吉堂って山口かえ？山口県美祢市やな。山口やったか一致の徒歩で気づいたことがある。山口思ったよりでけえってことやな。東の静岡、西の山口は、でかい、白真。美祢は過疎化の激しい超田舎やけど、巨大石灰工場があって、なかなか壮観。すごいな、なんとなく右の写真が、ジョジョっぽい配色、と思いました、コナミ感。工場やけえな。こっちの方がスケール感あるかも。すげえ、なんや徳川埋蔵金探して掘った後みたいやん。生まれ故郷の紹介ありがとう。の地元、周南市の工場夜景も貼っとくわ。こちらは一致も見たはず。綺麗ね。これから夜勤や、一致頑張って。一致の風景写真は心洗われるわ。山口はまだちょいちょい街があるからいいんよな。島根の横断は車でも結構しんどい。今どこ？ついに九州上陸？明日やな、今日のゴール予定は快活下関調布や。フグ食うの？唐戸市場は明後日やな。北九州着いたら、ぜひ黒金羊羹と黒金片パン食べてほしいわ。片パンは道で食べてると必ず通行人に振り返られる音出るけど。あの歯が折れるやつか。そうそう、羊羹の方は普通の羊羹よりずっと甘い。念のため聞くけど、うまいんか？まあ普通にうまいぞ。サンクス、週末小倉行くから探してみるわ。一致の写真、ほんまエモいわ。静かな感じがとてもいい。福岡民、むっちゃんまんじゅうってどこなの？昔お土産でもらったんよ。もしかしてむっちゃんまんじゅう？ムツゴロウの形のやつ？ムツゴロウの形。中身はハムエッグ。ならこれやな。福岡各地に店舗ある。これや、リンクまで3月やで。別府とか西陣とかいろんなとこにあるわね。中身もいろいろあるんやで。赤い手ぬぐいマフラーにしてそう。小さい石鹸カタカタなってそう。若かったあの頃何も怖くなさそう。ただあなたの優しさが怖かったそう。貨物列車が通ると揺れそう。大丈夫、もう忘れてそう。お酒もちょっぴり飲んでそう。24色のクレパス買ってそう。もう神田川ええわ、しつこい。草。夕日の山に行きたい。日が沈んできたわね。調布の市街地が見えてきた。一致ちょっと休憩しとるんかな。ちょうど日が沈んで写真や。これもまたえらく大きいけど、スマホでこんなに映るもんなんか。綺麗やな。快活には5時過ぎぐらいに着くかな？トンネルまで2時間ってとこか？今日は渡らんって言ってた。マジか、3月。本当に秋の日は鶴瓶落としだな。いい言葉使うわね。田舎の無駄にでかい電気屋って、ほんと客いないくせに潰れないよな。けどジジババたちの命綱やしそこはね。ないと困るんやよないとな。夢のような通りだな。ニトリ、エディオン、ダイソー、ドンキ。珍百景出てた、めっちゃ広いガソリンスタンド、もう過ぎた？陶器山に日は落ちてって聞こえそう。関門橋、だいぶ近づいたな。朗報、到着。おついっち。お疲れ様。お疲れいっち、うまいご飯食べるんやで。お疲れ様、美味しいもの食ってゆっくり休むんやで。お疲れ。お疲れ。ようやっとる。おつおつ。今日はちょい早いけど、ここまでやな。明日の海峡間と九州上陸に備えるやで。みんな3、9月。昼飯は唐戸市場のお寿司をおすすめするわ。唐戸市場の前にある亀山八幡宮の鳥居にソフトボール挟まってるから見てってな。そこの100メートル先くらいにくっそでかいガソリンスタンドがあるんやが。無駄にでかいな。そこ有名なんや、珍百景とかに出てきた。ここのことか。さっき誰やか書き込んどって、うっすら覚えててん。めっちゃ長かった。スマホに入らんくらい長かった。一致お疲れ、ゆっくり休んでや。お疲れー。
快活到着か、お疲れ様。一致お疲れ様やでー。ゆっくり休んでくれメンス。一致お疲れ様やで。夕飯どないするん？近くにトライアルもマックもあるし、大丈夫やろ。この辺り飲食店たくさんあるから、どこかで食べると思うで。今日は早いな、お疲れ様。今日はラーメン食べてないな。一致は丸亀に行くに一票。今日の履歴。こうやって画像見ると移動距離本当にすごいな。追いついた、一致お疲れ様。明日は九州上陸やな。うまいもん食べて、ゆっくり休んでおくれやす。いつも3月、見やすいわ。エクセルよな。面倒でなければ累計の時間も見たいな。3月、累計293時間ってことか、気が遠くなるわ。Y の手元やと、総歩行時間は243時間34分や、なんで数値が違うんやろ。わからんけど、ざっくり12時間 ×23 日で276時間以上にはなるはず。おそらくやが、2機は到着時間引く出発時間、Y は一致の歩歴の歩行時間から時間取ってるのかも。確かに、一致が丸日目って言った時間と到着って言った時間から計算してるわ。3月、一致やっぱすげえな。こちとらジムで1時間歩くだけでも汗みどろやのに。ほんと長旅してきたからな、厚めのシャワー浴びて、しっかり飯食って休みや。今日は控えめな距離。ってもう感覚が狂ってるんやろうけど、30km 以上歩くのもすごいことや。とうとう九州上陸か。一致尊敬するわ。これで1回の旅でないにしても、本州徒歩縦断達成一致に昇格か？青森に行った後は下関やからな。これはもう本州制覇やろ。実質本州縦断だわね。東京と山口同じ島なんやって実感できるな。3週間あったら東京から山口まで歩いてこれるんやな。明日は海峡間の時間次第やろうけど、小倉までかな？一致おつ、ゆっくりしてや、ワイはまだ仕事するわ。関東曇りやったから、一致の写真が晴れててほっこりしたわ。自分用ですまん。東京から下関は徒歩圏内。徒歩圏内、所要時間24日。32キロが短く感じるわ。今までで一番短い距離だったのか、でも景色も良くて満足度は高いわね。丸亀来たー。まさかの讃岐うどん来たー。うどん、やっぱりネギ多めなのね。うどん。丸亀一致お疲れさん。丸亀丼やろうや。一致さてはぶっかけ好きやね。明日の昼飯は小倉で肉うどんかな。一致の夕飯も見届けたし、明日の九州入りにワクワクしながら寝るわね。明日はゆっくり出発可能。おネギと天かす好きやね。天一も近くにあったけど、うどんにしたんか。もっとええもん食わんと痩せてまうで。麺類好きやな。うまそうなうどんやな。おにぎりとかなしなのか、なければヘルシーやな。一応門司港レトロ地区にも焼きカレーという名物があるで。宇部とか言ってたのにもう下関か、たまらん。海峡館って下関にあるんだな。海峡館、本間一致の通りすがりにあるんやな。ただ、入場料2600円くらいするやん。立ち寄るにはちと高いな。福岡入ったらいよいよゴール見えてきたな。うどんを福岡で食べるべきやわ。九州上陸したら、やっぱ豚骨ラーメン食べるんやろか。博多豚骨ラーメンって匂いが人選ぶらしいから、苦手やったら避けるかもしれんな。一風堂のが食えたら大丈夫？まあ大半は大丈夫よ。一層とか血管詰まるような濃厚なやつとか除けばの話だけども。住んでるところにも豚骨ラーメン屋が何軒かあるが、なんだか博多で食べるのと違うんだよな。豚骨より牛骨が苦手やったな。焼肉の残りがみたいや。一致日中は小食っぽいけど、ラーメン替え玉とかせんのかな？一杯だけなら、ミキラーメンの替え玉10円はメリットにならんか。福岡だから、一なら徒歩圏内のはず。店舗名教えて。あ、一八ラーメン屋はこれ。サンクス、多分博多駅南店やな。博多でうどん食ってほしい。めちゃくちゃ麺が柔らかいやろ。特に巻きのうどん。伊勢うどんとどっちがふにゃふにゃなんやろ。巻きのうどんは柔らかめの麺やったら箸で持てない。理由は福岡県民ですら、麺を持ち上げたら重さで切れるから。想像つかんわ。まず箸で麺を掴むやろ。そしたらボトリと麺が丼に落っこちるんや。どうやって食べるんや？ポイでスクーンか？豆腐を掴む感覚に近い。箸の使い方が上手くなりそうやな。なんというか、コシがないからな。必然的にそうなるで。ちなみにおすすめは柏飯、京阪。京阪うまいよね。たまに作るわ。現地で食べたことはないけど。巻きのうどんは食っているうちに麺がふやけて、麺がどんどん増えていくように感じるうどんや。助さんうどんが黙っとらんぜよ。福岡のうどんはふやふやなのか。ふやふやではないで、あくまで柔らかめを注文したらの話や。博多のうどんは出汁や、出汁を美味しくいただくためのうどん麺なんや。
おすすめしたいうどんやラーメンの店めっちゃあるけど、あまり出しゃばらないのが吉やな。徒歩2機がフラッと立ち寄った店を満喫したらそれでいい。個人的に気になるから教えてほしいな。選ぶも選ばないも一致次第やろ。自己満になるから控えておく。すまんな。一致が求めるならいくらでも紹介するで。もつ鍋食べたいとか、前一致言っとったな。そういや。もう寝たんか？寝てそうやな。さすがに疲労もマックスで溜まっとるやろうしな。明日福岡入りかな？明日は海峡間夜みたいなので、九州入りはその後やね。なるほど、教えてくれてサンキューガッツ。一致お疲れ様やで。明日は海峡間見学してから九州入りか、応援してるで。お疲れ。明日は水族館の中を歩かないといけないから、ゆっくり休んでや。徒歩2機お疲れやで、ゆっくり休んで九州上陸に備えてな。お疲れ一致。25日目続くでー。